3月最後のコストコ購入品で獲得したリワードは392リワードでした。年会費の差額5280円にはまだまだですが、今回も10種類14品購入してきたので、どれだけお得になるのか価格と合わせて内容もしっかり比較していきます。それでは動画スタート。最初はこちら、強力小麦粉 1kg3 袋入りで税込み848円。今回はクーポン割引で170円引きとなり、税込み678円でした。撮影当時のタイミングでオンラインショップのコッタでは 2.5kg の強力粉春よ恋が税込み998円で販売。それに比べコストコの強力粉はアメリカ、カナダ産のもので 1kg の小分けの袋が3袋入りで販売。値段はコストコの強力粉を 2.5kg に換算すると、今回はクーポン割引だったので565円となり、433円もお得になりました。またコッタは送料が通常660円ほどかかり、キャンペーン中であった今も6000円以上の購入でも110円はかかってしまうので、割高に感じてしまいますね。我が家の朝食はパンを食べることが多いので、この安さで購入できる強力粉は助かります。ちなみにコストコには 22.5kg の強力粉も販売されています。こちらの商品を購入された方いらっしゃいますか？我が家も購入を検討している最中なので、ぜひコメントで教えていただきたいです。それではこちらの強力粉を使って作ったパンを紹介していきます。我が家のパン作りは基本ホームベーカリーで生地を作っています。まずは一軸食パンから紹介。3等分に分割して丸めたら型に入れて焼くだけ。発酵時間などもあってそれなりに時間はかかりますが、いちじくの濃厚な甘みとプチプチ食感がたまりません。続いてはロールパンです。こちらは分割した後に生地を三角形に伸ばしてぐるぐると巻いていきます。焼き上げたものがこちら。ポテトサラダを挟んで美味しくいただきました。最後はベーグルです。棒状に生地を成形し、端を潰して巻きつけます。この時にしっかりと巻きつけておくのがポイントです。発酵したら表裏30秒ずつお湯にくぐらせて焼き上げます。焼き上がったものがこちら。外はパリ、中はすごい弾力のベーグルの出来上がり。以上、調理例の紹介でした。商品の紹介に戻ります。続いてはメキシカンサラダラップ 935g 入りで税込み1290円でした。コンビニのファミリーマートに類似品でトルティーヤが税込み430円で販売。コンビニで販売されているトルティーヤ商品は一般的に2本で 130g から 160g 前後の重さ。それに比べコストコのメキシカンサラダラップは5本入りで 935g、 1本あたり 187g ほどあります。コンビニのトルティーヤと比べても1本あたりの大きさは倍ほどあります。値段はコストコの商品を 160g 換算すると220円となるので、コンビニのトルティーヤに比べ210円ほどお得でした。中の具材は蒸し鶏、レタス、トマト、キャベツ、ハラペーニョの酢漬け、チーズなどが入っており、少し甘めのソースとハラペーニョの辛さが絶妙でとても美味しいです。また1本ずつ紙に包まれているので、そのまま手に取って食べれるお手軽さ。一人で食べるにはさすがに量が多いので、家族や友達とシェアして食べるのが理想的です。我が家は夫が一人で3本も食べてしまいました。続いてチョンカ特選キムチ 1.5kg 入りで税込み1228円でした。ロピアではチョンカキムチが 320g 税込み355円で販売。それに比べコストコのチョンカキムチは 1.5kg と一般的なサイズの約5倍の量が入っています。値段はコストコの商品を 320g 換算すると
約262円となるので、ロピアのチョンカキムチに比べ93円ほどお得でした。こちらのチョンカキムチは辛いだけではなく、魚介の旨味が濃厚で酸味もまろやかなので、我が家では息子も大好きな味です。キムチ好きの家庭であれば 1.5kg の大容量でも難なく使い切れますが、お試しで買いたい方はロピアで販売しているお手頃サイズを購入してもいいかもしれません。我が家では最初はキムチ本来の味や食感を楽しみ、後半は豚キムチなどを作って消費しています。続いてパンオショコラ24個入り 550g 入りで税込み1298円でした。シャトレーゼも1個税込み259円で販売。それに比べコストコのパンオショコラは一回り小さいサイズになりますが、24個入りと大容量です。値段はシャトレーゼのパンオショコラがだいたいコストコの2倍ほどなので、2個で計算すると108円となります。シャトレーゼと比べると151円ほどお得でした。芳醇なバターの香りと程よい甘さのチョコレートが絶妙で、めちゃくちゃ美味しいです。トースターでリベイクするとさらに香りが際立ち、食感もサクッとするのでおすすめです。我が家では息子が大好きなので定期的に購入しています。朝食やおやつにもぴったりで、忙しい時の時短にもなるのでありがたいですね。続いてカットぶなしめじ 500g 入りで税込み348円でした。ロピアでは石突き付きで 250g 税込み215円で販売。それに比べコストコのしめじは石突きがカットされた状態で 500g ほど入っています。捨てるところがないので、通常売られているしめじに比べるとかなり量が入っています。お値段はコストコの商品を 250g 換算すると174円となるので、ロピアのぶなしめじに比べ41円ほどお得でした。今回購入したしめじはアイラップに移し替えて、そのまま冷凍して使います。さっと調理に使えるのでとっても便利です。コストコでは日によってはジッパー付きの袋でしめじが販売されていることもあるので、そちらであればそのまま冷凍もできます。我が家は詰め替えの必要性がないジッパー付きのしめじの方が販売されてた方が嬉しいですね。続いてえのき 200g3 袋入りで税込み348円でした。ロピアでは2袋まとめ買いで税込み162円で販売。それに比べてコストコのえのきは 200g ほどの大きさで3袋入っています。一般的には 100g ほどの大きさのえのきが販売されていますが、コストコのえのきは 200g なので倍ほどの大きさです。一方ロピアのえのきも一般的な大きさに比べて大きいので、大きさの違いはありません。値段はコストコの商品を2袋換算すると232円となるので、ロピアのえのきに比べ70円ほど割高でした。以前はコストコの購入したえのきの方がお得でしたが、今回はロピアの方がお安く販売していました。えのきも冷凍すれば1ヶ月ほど持つので、冷凍保存がおすすめです。しかも冷凍することにより旨味成分が増して食感も良くなるので、冷凍しない選択肢はないのではと思うほどです。続いてきゅうり8本入りで税込み399円でした。ロピアでは特別価格7本入りで税込み323円にて販売。それに比べコストコのきゅうりは8本入りでした。ロピア、コストコで大きさには違いはありません。値段はコストコのきゅうりを7本換算とすると約349円となるので、ロピアに比べ26円ほど割高でした。ですが別日にもロピアで買い物をしたところ、通常時は5本で税込み322円だったので、特売日以外はコストコの方が安いのかなという印象です。きゅうりも冷凍保存可能ですが、食感が損なわれてしまうので、生のままでの野菜スティックやお漬物でいただくのが美味しいですよね。ちなみに我が家は愛犬もきゅうりが大好きなので、おやつとして少量あげています。皆さんの愛犬もきゅうり大好きですか？
コメント欄でワンちゃんのお話もできると嬉しいです。続いてバナナ 1.36kg 入りで税込み328円でした。ロピアではカンボジア産のバナナが1房丸ごとで税込み539円で販売。それに比べコストコのバナナはフィリピン産で 1.36kg、 今回購入したものは7本入りでした。大きさは1本あたりで見るとコストコのバナナの方が大きいです。値段はコストコのバナナをロピアのバナナと同じ本数で換算すると、ロピアのバナナは14本なので656円ほどになり、ロピアと比べて117円ほど割高でした。ですが産地も大きさも違うバナナ、ロピアの方はカンボジア産で甘みは少し弱め、食感がしっかりめなのが特徴。一方コストコの方はフィリピン産で甘みが強く食感は柔らかめ。個人的にはコストコの方のバナナの味の方が好みでした。すっきりとした甘さで低価格をお求めになるならロピアかなと思います。続いてアップルベーコン 100g あたり178円でした。ロピアでは自社製品のブロックベーコンが 100g あたり約204円で販売。それに比べコストコのアップルベーコンは 500g 以上のブロックで販売。値段は 100g あたり178円なので、ロピアのベーコンに比べ 100g あたり26円ほどお得でした。我が家は昔からアップルベーコン信者で、豚肉とリンゴの優しい甘みの虜になっています。以前はグラム単価を気にしておらず、商品単価ばかり見ていたので少し高いなぁと感じ、購入を控えていた時期もありましたが、グラム単価を見るようになってからは美味しさもですがお得さを知っているのでリピート品となりました。そのまま厚切りにして焼いてもいいし、小さめにカットしてスープやパスタに入れるのもよし、文句のつけようのない一品です。続いてミックスハーブ 100g 入りで税込み648円でした。成城石井では 17g 入りの小瓶で税込み430円で販売。それに比べコストコは 100g 入りの缶で販売しています。通常サイズに比べて約6倍のサイズ。値段はコストコのミックスハーブを 17g 換算すると約110円となるので、成城石井のミックスハーブに比べ320円もお得でした。こちらのミックスハーブはバジル、オレガノ、ローズマリーなどをブレンドしたもので、これ1本でお肉や魚、スープなどの料理に深みを出すことができます。コストコで販売されているものは出る量を調整できるので嬉しいポイントですよね。ただ量が圧倒的に多いので、日頃使わない方は使い切れる少量をおすすめします。以上で購入品の紹介は終わります。今回10種類14点購入し、合計11,191円でした。我が家ではエグゼクティブ会員とグローバルカードの併用で 3.5% のリワードがつくので392リワードを獲得しました。リワード還元がない通常会員でも他店よりお得に購入できた商品もあったので、上手に使い分けて年会費を回収できると嬉しいですよね。皆さんはどの商品が気になりましたか？おすすめの商品などがあればぜひコメントで教えてください。この動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。